こんにちは、こんばんは。今回から一度もリクエストされたことがない機体、AMX006 ガザ D 袖付き仕様の自動変形を作っていきます。で今何をしているのかというと、手元にガンプラがない状態でフルスクラッチの自動変形機体を作るのは大変なので先にガンプラを入手しようと調べています。あれ。袖付きガザ D ってプラモデル化されてないのか。ノーマルガザ D も全然売っていなくてなんか積んだ臭がすごい。察し。ガンプラなしに制作するのは無謀なので今回はこの辺で。終われるわけないよな。はい、意地でも作りたいのでゲームやイラストや人様の作ったガンプラの写真を参考にしながら作っていくよ。神ゲーにもかかわらずもうすぐサービスが終了するガンダムオンラインのモデリングを舐め回すように観察しましょう。どこが変形するのか目ん玉かっぽじって確認していきます。Twitter のフォロワーさんからバトーペのガザ D の情報もいただきました。ありがとうございます。これも合わせて見ていくよ。ふむふむなるほど。ガザ D の変形完全に理解した。早速キャドに起こしていくよ。今回は60分の1スケールで作っていきます。ガンオンのガザ D をスケッチ画面に貼り付けておおよその寸法の目安にしています。ある程度形をトレスしながらざっくりデザインしていくよ。はい、ざっくりデザインがこうなって、こう。プラモデルなしでデザインした割には結構いい出来なのではないでしょうか。変形後の形状はこんな感じ。シールド等ではまだほぼ手つかずなのでざっくりデザイン状態です。ここまで形にするのはなかなか大変でしたね。今から完成後が楽しみ。それで刃動きの説明しながら作っていくよ。まず胸と肩部分を製作していくよ。肩の変形前と変形後の形状はそれぞれこうなります。肩の方向が変わってスラスターが水平になります。これを変形する動きに落とし込んだらこういう風な動きになりました。そこからさらにこの動作をする機構を考えたよ。モーターを複数個積めないので一つでなんとかしています。それでこれを実際に作っていくよ。これは肩の根元の部品です。中に歯車が入っているのがわかりますね。この部品を胸の内部フレームにガッチャンコ。ちょっと見づらいですけど肩の部品が回れば先端の部品も回っています。スラスターをはめ込んで軸代わりのネジをぶっ刺します。スラスターの動きがけどと若干違いますがこれで正常です。モーターをつけるよ。使うモーターは GH37A です。毎度のことですが 9g サーボじゃ大きくて入らないんですよね。はい、外装をつけます。つけました。モールドとかはキャドの段階で入れてるよ。肩と腕をつなぐ部品をつけました。でネジ頭が丸見えになってしまいますよね。そこにこのカバーをつければあら不思議。違和感もなくネジが隠せるんですねすごい。はい、動作確認をするよ。美しい。これは芸術品ですわ。問題なく動いたので胸と肩の動作確認は終わり。次は胴体部分を組み立てていくよ。胴体部分の変形前と変形後の形状はこんな感じ。胸とスタビライザーが回転してナックルバスターも水平方向になります。変形動作は単純に各部を回転させるだけです。肩と違って全ての軸が平行なので作りやすいですね。機構部分は歯車を数個噛み合わせて連動させています。スタビライザーはベルトで動力伝達をしているよ。腰を接続する部分は多分回転しないんですけど、今後のことを考えたら少しでも曲げた方がいい気がするので回転させてます。でこの胴体部分を実際に作っていくよ。中心部分になるギアをはめてベアリングを入れます。スタビライザーを動かすために丸ベルトをつけるよ。丸ベルトは摩擦力で頑張って回そう的なやつです。モーターを仕込みます。ここには 9g サーボの SG92R を使うよ。胴体部分は組み立てできたのでバックパックをつけます。サーボドライバーはこのモジュールを使うよ。でこれをバックパックに仕込みます。完璧な収まりですね。外装をつけて塞いでいきます。いい感じですね。スタビライザーもつけて動作確認をするよ。あれ、スタビライザーが動いてないですね。多分丸ベルトが滑って動いていない気がする。はい、タイミングベルトを入手してきました。タイミングベルトはボコボコしたギアみたいなので動力伝達するやつですね。
これを丸ベルトの代わりに使います。動作確認の前に右胸のナックルバスター部分を組み立てるよ。動作の肝になるのはこのちょこっと飛び出してる歯車。ナックルバスター側にも歯車が生えていてこれがいい感じに噛み合ってくれます。実際に動作を見てみましょう。胸が回転して、この辺まで来たらさっきの歯車が噛み合ってナックルバスターが回転します。モーターで動かして動作確認をします。スタビライザーもちゃんと動いてますね。表面処理をしていくよ。心を無にしてひたすら擦ります。表面処理の作業、控えめに言ってはい、ここで問題発生です。擦ってたら一部欠けてる部品を発見してしまいました。どうしてこうなった？考えていても仕方ないのでさっさと修復するよ。こちら100均に置いている UV レジンを使うよ。欠けた部分に塗り塗りして硬化。この作業を何回かやって若干盛り気味にします。こんな感じになりました。あとは擦って形を整えます。3D プリンターでもう一回作ればいいのでは、と思うところもありますが、それはそれで色々めんどくさいんですよね。できました。これでほぼ元通りになりましたね。次はサポート材を剥がした時に凹んでしまった部分を埋めるよ。ここも100均の UV レジンを使います。塗って固めて擦ってこんな感じ。ここは作拭きしてみないとどうなるかわからないですね。ということでサーフェイサーで塗装していくよ。はい、前回のロングレンジフィンファンネルで痛い目見たのでタミヤさんの塗装ブースを買ったよ。粉塵が舞わない？すごい。あ、今回は本塗装までしないです。次回の動画で腕とシールドを作ってから本塗装の予定です。全パーツにサーフェイサーを吹きました。では最後に仮組みして今回製作した部分を動かして終わりにしましょう。動かすよ。ナックルバスターもスタビライザーもしっかり動いてますね。肩の動きもいい感じ。二軸が綺麗に回ってるのが最高に良き。はい、今回製作した部分の動作はこれで終わり。次回は、腕とシールドの製作、上半身の本塗装、初めての電飾、特注アクションベースの製作をする予定です。なるべく早めに動画を上げたいところですけど、やること並べるとめっちゃ時間がかかりそうですね。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ高評価をお願いします。続きが気になるよって方や他の自動変形のモビルスーツとか見たいよって方はチャンネル登録もお願いします。それでは今回はこの辺で。さあムーネイール。